皆様こんにちは。今日はお酒を作るお米と食べるお米の違いについてお話をしたいと思います。お酒を作るために適した特性を持っているものを酒米、お酒を作る米と書いて酒米と言います。そして食べるために適している、食べて美味しいお米は半米、ご飯の飯にお米と書いて半米というわけですね。でこの酒米と半米っていうのは大きな違いが3つほどあります。数え上げればもっとあるんですけれども、一番大きな違いというのは米の大きさなんですね。どっちが大きいかというと、酒米の方が大きいことが理想的とされるので、大きい方が良いのが酒米。小さくても良いのが半米ということになります。それから真ん中、米の真ん中のところにちょっと光を通しにくいすりガラスみたいな白っぽく白濁したところが見られる方が良いのが酒米です。それが別にあってもなくてもいいというのは半米。より心白と呼ばれるその白く濁っているところが見られる方がお酒作りに適しているということなんですね。心白というのは心に白いというふうに書いて心白と言いますが、この真ん中に白っぽく見えているのは実はこれでんぷんなんですね。でんぷんもこの中にですね、いろいろな穴が開いたりしていて隙間があったりすると、光がそこを直接的にまっすぐ通らないので乱反射してそこが白く見えるというわけなんですね。ということは酒米に適してごめんなさい、酒米と呼ばれるお酒作りに適しているお米というのは真ん中にでんぷんが固まって集まっているものが良いということになりますよね。そういう違いがお酒を作るお米と半米にはあるということなんですね。で、その大きさからまずちょっと言いますと、大きいというのは削りやすいということでもあります。で、削った時に割れにくいということが言えるわけですね。で、お酒を作るお米というのは以前にもお話ししましたけれども、大きなまま玄米では使いませんで、必ず周りを磨きます。磨いて小さなお米にしてお酒作りに使うので、できるだけ大きい方がいいわけですね。その方が望みの大きさに持っていくことができるということです。で、小さなお米というのは磨いているとすぐに割れてしまうので、お酒作りにはちょっと使いにくいねということになりまして、特にお酒の根本になる麹米と呼ばれる麹を作るためのご飯というのは、これはもう酒米で行う方が絶対いいわけです。半米でできなくはないですけれども、ちょっと難しいということになります。そして真ん中にその心白というものが現れるかどうかというもののことなんですけども、心白が現れているということは真ん中に先ほど言いましたようにでんぷんが固まっているということですよね。ということは周りにはでんぷん以外のものがあるということで、磨けば磨くほどその真ん中のところのでんぷんだけを残すことができるということになりますから、原材料の成分構成のコントロールがしやすいということが言えます。そして心白が現れているということは隙間があると言いましたけども、その隙間に麹菌が入り込みやすいんですね。最初から穴が開いてるわけですから、そこに入り込んでいってどんどん繁殖してくれる。真ん中中央部分までずっと麹菌の繁殖をさせることができるので、麹菌がたくさん酵素を出してくれる。その酵素によってお酒作りがうまく進んでいくということなんです。で、3つ目、これはタンパク質とか油分、こういったものが少ないということ。これが酒米に重要なことです。そしてそれらが多い方がいいのが半米なんですね。食べた時に美味しいなと感じるのはタンパク質による味わい、いわゆる旨味と呼ばれるものですよね。で、これらがたくさんあった方がいい。で、こういったものが多い方が食べるご飯に向いていて、少ない方がお酒を作るためのお米に向いているということなんです。で、他には、よくご飯はスティッキーライスとか英語で言いますけれども、食べるご飯、ネチャネチャしていて、ちょっとひっつくような、そういったもちもち感が美味しいっていうふうに言われますけれども、酒米の場合はそれは逆でしてダメなんですね。ネチャネチャしているとダメで、サラサラっとした表面になる方がいいと。あまりネチャネチャしないということが理想的な条件になってくるので、こういったことも違いますけれども、先ほど申し上げた3つのポイント、こちらを知っておいていただければ面白いと思います。で、そういった酒米と半米の違いはありますが、その酒米にも半米と同じようにいろいろな種類があります。半米もコシヒカリとか
秋田小町とかいろんな販売がありますけれども、こういったお米の種類と同じように、お酒を作るお米にも山田錦とか500万石とかいろんなお米があるわけですね。そのお米の種類によってまたお米の性格が違ってきます。その性格が違うとそこからできるお酒も変わってくるわけですね。で、このお米の種類というのはブドウと比べるとブドウの方がはるかに多くて、ブドウは1300種類以上限定されて種類が分けられているらしいんですけれども、お酒用のお米というのは今100種類を超えたぐらいなのでちょうど10分の1ぐらいなんです。数は少ないんですけれども、日本だけで生まれているその品種の数だというふうに考えると、逆に多いと考える方がいいのかもわかりません。その100種類以上にわたってたくさんあるお酒を作るためのお米、それぞれに個性的な要素があって、そのお米をどんな風にしてお酒にしていくのかというのは、そこに作り手の技量とか考え方とかそういったものが加わってくるわけですから、掛け算掛け算になってくるわけですね。そうするとお米の種類が違うだけで全く違う味わいのお酒になったりしますし、作り方そのものの根本的な考え方が違ってきたりするということもあるので、お酒の元になるお米というのは非常に重要であるということが分かっていただけると思います。